あなたは孤独な日々にふと心が押しつぶされそうになることはないだろうか。誰にも必要とされていないような、誰にも見つけてもらえないような、そんな寂しさに胸がキュッと締め付けられる夜があるだろう。だが私は言いたい。孤独はあなたの弱さではない。それはあなたが人生の真実と向き合おうとしている証なのだ。仏教では孤独を遠ざけるものではなく、むしろ愛し、慈しみ、育てるべき死として語ってきた。今日はあなたに孤独を力に変え、孤独を愛せるようになる知恵を授けよう。第一章、才の角のように、ただ一人歩め。人は誰しもどこかで群れを求めてしまう。人に囲まれれば安心できるからだ。仲間がいれば笑いも分かち合えるし、誰かと一緒にいるだけで心が満たされることもあるだろう。だが、その心の奥底にあるのは、一人ではいられないという恐れではないか。私はある時こう説いた。才の角のようにただ一人歩め。と、才の角とはまっすぐで曲がらず他と交わらぬ存在。この言葉は誰にもこびず、誰にも依存せず、自らの道を自らの意志で歩みなさいという教えなのだ。孤独を感じることは悪ではない。だが、その孤独から逃げ続けると、人はいつしか他人に合わせてしか生きられなくなる。本当の自分の声を心の奥底に閉じ込め、誰かに嫌われないように、誰かに置いていかれないように、生き方を少しずつ歪めていく。それは、魂をすり減らす生き方だ。私もまた、かつては王子として多くの人に囲まれていた。だが、そこにあったのは飾られた平和であり、本当の自由ではなかった。私は群れを離れ、森に入った。誰とも言葉を交わさず、一人で座り、己の心と向き合った。すると、そこには静けさがあった。その静けさは恐ろしくもあり、同時に心を満たす何かでもあった。やがて、私は理解した。孤独とは、恐れるべきものではない。それは、自分と対話し、自分を深めていくための時間なのだ。群れることでしか得られない安心は、風が吹けば崩れてしまう。だが、孤独の中で育てた心の軸は、誰に何を言われても揺らがない。世の中は常に変わる。人の心も言葉も状況も移ろう。そんな中で自分を見失わないためには、孤独という時間が必要不可欠なのだ。才の角のように一人で歩むとは、他人に背を向けることではない。自分の本心に正直になるということだ。あなたが今、一人でいるのなら、それは敗北ではない。むしろ、人生の本質に触れる大いなる一歩なのだ。他人の期待に応える人生をやめ、自分の魂が求める道を歩みなさい。その歩みこそが、才の角のように強く、美しく、そして尊い。孤独に耐えるのではない。孤独を選び、抱きしめ、味わい尽くす者こそ、本当の自由を手にするのだ。あなたが今、周囲と会わずに悩んでいるなら、その違和感は、魂が目覚め始めた証拠かもしれない。みんなと同じことができない。人の輪にうまく入れない。そんな自分を責めなくていい。あなたには、あなたにしか歩めない道がある。誰とも違う人生を歩くために生まれてきたのだ。孤独の中でこそ、心の声が聞こえてくる。それは、誰にも変わってもらえない。あなた自身の真実だ。人は、最も大切な選択を、大抵、誰にも相談せず、一人で決めるものだ。人生を変えるような瞬間。それは、静かな部屋で、深夜の心のつぶやきの中にふと訪れる。その静けさを恐れてはいけない。むしろ、大切にしなさい。群れを離れても、あなたは間違っていない。たとえ一人で歩いていたとしても、その一歩一歩が、あなたの人生の芯を育てている。
だから私は繰り返す。才の角のように、ただ一人歩め。それは、強くなるためだけの言葉ではない。優しくなるためにも必要な生き方の知恵なのだ。第2章、沈黙の中で、本当の自分に出会う。人の声、騒音、情報、刺激。現代はあまりに多くの音にあふれている。テレビもスマホも SNS も、絶え間なく言葉を投げかけてくる。静けさを恐れる現代人にとって、沈黙は不安の象徴となってしまった。だが私は静寂の中にこそ本当の自分がいると教えてきた。沈黙とは耳を塞ぐことではない。むしろ外の音を鎮めることで内なる声を聞く準備をすることなのだ。多くの者は自分が何を感じているか、本当は何を望んでいるのかに気づかぬまま、日々を流されるように過ごしている。周囲の期待や空気に合わせ、自分を調整し続けているうちに、自分自身の輪郭が曖昧になっていく。沈黙に身を置くというのは、その曖昧さから脱し、自分を取り戻す行為である。私は出家してから森に入って瞑想を続けた。その時、周囲には誰もいなかった。話し相手もいない。ただ、風の音、葉のそよぎ、鳥の声、そして自分の呼吸だけがそこにあった。最初は孤独だった。何も語りかけてこない世界に不安を感じた日もある。しかしある日、ふと気づいたのだ。沈黙は私と向き合うための最良の友である。と、他人の言葉に惑わされず、他人の感情に左右されず、ただ、今ここにある自分の心を感じることができる。そのことがどれほど尊いことか。あなたは毎日の中で一人になれる時間を持っているだろうか。情報を遮断し、静けさに身を任せる。その時間を大切にしてほしい。心の雑音が静まったとき、あなたの本音がゆっくりと立ち上がってくる。私は本当はこうしたかった。私はこれに疲れていた。私はもっとこう生きたい。その声を聞いたとき、あなたは初めて自分という存在の中心に出会うのだ。沈黙は外から与えられるものではない。それは自分で選び取るものだ。誰かと話すことが悪いわけではない。だが、他人の言葉ばかりを浴びていると、自分の心が静まる時間がなくなってしまう。仏教の修行では、沈黙の時間をとても大切にする。なぜなら、言葉を使わないことで、言葉にならない、本当の感情に気づくからだ。だから、どうか恐れないでほしい。一人の時間を持つこと、静けさに身を委ねること、その時間があなたを再生させてくれる。疲れた心をほどき、押し込めた本音を浮かび上がらせ、あなたにとっての真実の道を指し示してくれる。沈黙とは空っぽではない。むしろ満ちている。気づきで、慈しみで、そしてあなた自身の声で、あなたが今誰とも話せずに苦しんでいるなら、それは孤独なのではない。自分に帰るための準備期間なのだ。静かな時間を恐れるな。その沈黙はあなたを癒し、育ててくれる。そして、本当のあなたを目覚めさせてくれる。かつて私が沈黙の中にいたとき、心の奥底から湧き上がってきた思いがある。それは、誰のものでもない。私だけの真実だった。人は他人の言葉に引きずられ、流されるように日々を過ごしてしまう。だからこそ、静けさの中で、本当に大切なものを思い出す必要があるのだ。あなたの人生に必要なのは、もっと音ではなく、もっと沈黙だ。沈黙の中で、あなたは自分と再会できる。そこにこそ、答えがある。今日、誰とも話さなかったとしても、今日、誰にも褒められなかったとしても、それでもあなたは、十分に価値のある存在だ。
そのことを忘れないでいてほしい。静かな夜に一人でいるその時間が、明日のあなたを優しく支えてくれる。一人であることをどうか誇りにしなさい。それはあなたが自分の人生を歩いている証なのだから。第三章、孤独を知る人は人に優しくなれる。人に優しくするには心に余裕が必要だ。だが、余裕がある人は意外と少ない。多くの者は忙しさと不安の中で他人に目を向ける余裕すら持てずにいる。例えば、人混みでぶつかっても謝らない人、レジでイライラをぶつけてくる人、彼らの心の中は余裕のなさで張り詰めているのだ。だが、そういう人たちは孤独を避け続けているものかもしれない。他人に囲まれて常に誰かとつながり、静けさを恐れ、心の奥にある不安から目をそらしている。私は言う。本当の優しさは孤独を知ったものから生まれる。孤独とは心の中にぽっかりと穴が開くような感覚だ。寂しさ、虚しさ、孤立感。それは決して楽なものではない。だが、その孤独と向き合った者は知っている。同じように寂しさを抱える他人の痛みを、同じように疲れている心にどう接するべきかを。めった、慈しみの心は、まず自分を理解し、自分をいたわることから始まる。自分の心の痛みに気づいたとき、人は初めて他人の苦しみに敏感になれるのだ。孤独を知っている人は、誰かの沈黙に気づける。大丈夫、と笑うその裏にある。泣きたい気持ちに寄り添える。それは、孤独の時間が、人の感受性を深め、心を柔らかくしてくれるからだ。孤独の中で、人は思い出す。かつて誰かに冷たくしてしまったこと。誰かに優しい言葉をかけられた時の温かさ。そして決意する。自分もまた、優しさで応えられる人間になりたいと。それは、自分が孤独だったからこそ生まれる優しさ、なのだ。人の痛みに共感する力は、経験から育まれる。自分が孤独を知っているからこそ、寂しい人に敏感になれる。そして、そこに言葉をかけることができる。元気ですか？何か困っていませんか？たった一言が、誰かの心を救うことを。孤独を知る人は、よくわかっている。私は修行の中で、長く一人の時間を過ごした。静かな森の中で、自分と向き合い、時に涙し、時に救われながら、心というものの繊細さに気づいていった。その気づきがあったからこそ、人に対して怒りではなく理解を持てるようになったのだ。人は誰しも心に見えない荷物を抱えて生きている。優しさを持てない人も、実は誰よりも優しさを求めているのかもしれない。だからこそ、孤独を経験したあなたには、できることがある。それは、他人を許すこと、他人を責めないこと、そして自分にも優しくすることだ。孤独を経た人は人に優しくなれる。それは強さであり、誇りである。どうか、その優しさを恥じず、むしろ、あなたの中にある美しさとして、大切に育てていってほしい。孤独を知る心は、誰かを癒す力になる。その優しさは、世界にとって必要な光なのだ。誰にも理解されなかった夜、声をかけても帰ってこなかった沈黙。そうした体験は、苦しみでありながらも、あなたを深い優しさへと導いてくれる。だから、孤独を感じているあなたにこそ言いたい。その経験が、誰かを救う力になる日が来る。孤独を知った者にしか持ち得ない。深くて、強くて、静かな力で、どうか他人だけでなく、あなた自身も包んであげなさい。第4章、一人だからこそ、心は自由になれる。一人でいると、ふと不安になる。このままでいいのだろうか。誰にも必要とされていないのではないか。そんな思いが胸に影を落とす。だが、私はあなたにこう伝えたい。あなたは、そのままでいい。
誰かのそばにいなくても、誰かに認められなくても、あなたの存在はそれだけで尊いのだ。人と一緒にいれば安心できることもある。だが、同時に他人の意見や感情に自分の心が縛られてしまうこともある。この世で最も尊い自由は、誰にも支配されない心だ。私は森の中で、ただ一人、静けさに包まれて座っていた。誰の声も届かない。誰の評価もない。そこには、私と私の心しか存在していなかった。その時、私は初めて、自由というものを知った。自由とは、どこかへ行くことではなく、誰と過ごすかでもなく、自分の心に正直でいられることだった。あなたが今、一人であることを、どうか悲しまないでほしい。その時間は、あなたの心が、誰にも邪魔されずに羽ばたける時間なのだ。誰かに嫌われたくない。迷惑をかけたくない。そうやって気を使いながら過ごす日々では、本当の自分は息を潜めてしまう。けれど、一人なら、誰にも気を使わずにいられる。誰の顔色も伺わずに済む。そこに、本来の自分が姿を現す。孤独は、あなたの自由を取り戻す場所だ。一人でいるとき、人は深く考える。誰にも邪魔されずに、自分の気持ちと向き合える。その静かな時間は、何にも代えがたい宝物だ。あなたが泣いた夜、誰にも話せなかった悩み、それを抱えてここまで生きてきたあなただからこそ、今、自由というご褒美を受け取ってほしい。他人と比べることをやめ、他人に追いつこうとすることをやめ、ただ、自分の心が何を求めているのかを、静かに問いかけてみなさい。その答えは、すぐには出ないかもしれない。けれど、確かにそこにある。私は孤独の中で、あらゆる執着を手放した。地位も、名誉も、愛されたいという欲も。そして気づいたのだ。何も持たない時こそ、人は最も自由になれる。と、あなたが一人であることは、欠けている証ではない。むしろ、それは、満ちている、という証だ。余白があるからこそ、心が息をする。どうか自分を責めないでほしい。誰かのようにならなくていい。あなたは、あなたのままで美しいのだから。そして、今この瞬間、一人でいるあなたの心は、誰よりも自由で、誰よりも澄んでいるのだ。孤独を感じる日々の中で、あなたは本当によく頑張ってきた。その静かな努力は、誰かが見ていなくても、確かに、あなたの心を育てている。自由とは、一人ぼっち、ではない。誰にも縛られず、ただ、ありのままの自分でいられること。その境地に立てたとき、あなたは、自分がどれほど美しく、強く、尊い存在だったかに気づくだろう。だからどうか、自分の孤独を誇りに思いなさい。その静けさの中で、あなたの心は光を放っている。第五章、孤独を愛しなさい。孤独は人生の敵ではない。それは人生という旅路で出会う静かな友人だ。私たちは生まれる時も死ぬ時も一人だ。その事実に目を背けるために、人は日々誰かとつながり続けようとする。けれども、本当に満たされるつながりとは、外の世界ではなく、自分の内にある静けさとの絆なのだ。仏教では、心こそが世界の主であると説く。心が整えば、世界も整う。その心を見つめ、育てるために必要なのが、まさに、孤独、という時間なのである。孤独な時間は、あなたにとっての道場だ。そこでは誰もいない。けれど、あなたの内なる声がはっきりと響いてくる。私は、このままでいいのだろうか。私は、どう生きたいのだろうか。そんな問いが浮かび、やがて静かに答えが育っていく。その過程こそが、知恵を育む修行だ。他人と共にいるときは、
どうしても気を使い、演じ、合わせることが多くなる。けれど、孤独な時間には、そうした仮面をすべて外すことができる。本音と向き合うには、静けさが必要だ。その静けさの中でこそ、あなたは本当にあなたらしい姿を取り戻せる。あなたが根一人でいること。それは間違いでも劣っているわけでもない。それはあなたが自分と向き合う勇気を持っている証なのだ。孤独を愛するとは、一人の時間を楽しめということではない。その時間を否定せず、恐れず、温かく抱きしめることだ。寂しさが訪れたとき、それを無理に追い払わずに、ここにいていいよ、と受け入れてみなさい。その瞬間、あなたの心に少しだけ、優しさと安らぎが灯るはずだ。仏教では、すべては移り変わると説く。孤独もまた、永遠に続くものではない。だからこそ、その時々の孤独に、意味を与え、味わい尽くすことが、人生を深めるということなのだ。孤独を愛しなさい。それは、あなた自身の中に、大切な何かがあるという証。人は皆、どこかで孤独を抱えている。だからこそ、その孤独を恥じずに生きるあなたは、誰よりも優しく、誰よりも強い。どうか忘れないでほしい。あなたが歩んできた一人の時間には、誰にも真似できない尊さがある。その尊さこそが、あなたの人生の輝きなのだ。あなたが今日、誰にも会わず、誰とも話さなかったとしても、それは、あなたの価値を何一つ損なわない。花が誰かに見られていなくても咲くように、あなたの存在は、静かに、美しく、そこにあるだけで意味がある。孤独を愛するとは、誰にも理解されなくても、なお自分を信じ続けるということ。そして、その静かな誇りが、やがて他人への優しさとなり、あなたを支えてくれる知恵となる。だから、一人であることを恐れなくていい。それは、あなたが人生の本質に触れている瞬間なのだから。あなたは、孤独であることによって、最も人間らしく、最も誠実に生きているのだ。そしてその孤独こそが、あなたという唯一の花を咲かせてくれるのだ。いかがでしたか？本日は、孤独を愛する仏教の知恵についてお話ししました。孤独は決して悪ではありません。それは、あなたの心を育て、人生を深める時間です。一人で歩んできたその道こそ、あなただけの尊い奇跡です。どうか孤独を否定せず、静かなその時間を愛し、自由を感じていただけたら幸いです。もし今日のお話が皆様の人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、コメント欄に100を、また改善点やご意見がありましたら0をお書きください。いいね、ボタンとチャンネル登録していただけると、とても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今後も様々なブッダの知恵を配信していきますので、通知をオンにして次回の配信をお見逃しなきようお願いいたします。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。